ろしくお願いします。まず最初に私の個人的な経験から始まるんですけれども、災害時にはさまざまなメディアからの情報、ツイッター、テレビ、新聞とかあったんですけども、私の実家がいわき市で、原発で避難しなきゃいけないかどうかっていうのを、親族や友人たちを、判断しなきゃいけないというところで私に問い合わせがたくさん来まして、私自身がいろんな情報をお前情報詳しいんだろうっていうことでいろいろ調べて集めたんですけれども、その際にテレビやラジオ経由の情報というのは原発や試験地単位の情報のみしか発信してなくて、例えばいわき市だと原発の情報はガンガンやってて、それは確かに大事なんですけども、今日ご飯どこで買ったらいいかとか、そもそも常磐道で避難できるのか、実際避難できるかどうかっていうのは公にされてなくて、ツイッターしか情報はなかったんですけども、そういった情報を各自、特にインターネットにそんなに詳しくてツイッターをそれほど使いこなしてない人でも使えるようなサービスが必要ではないかというのを強く感じました。で、あともう一つ強く感じたのは、災害時にだけ突然サービスを立ち上げるっていうのはなかなか効かなくて、弊社でもクエイクメメと呼ばれるサービスを1週間かけて立ち上げたんですけども、やはり普段からユーザーがある程度慣れていて、でサービスも常に改善されているようなものが必要だと。でそれは災害時じゃない時でも便利なものが必要になると思います。で考えたサービスは、次のようなものです。でこれは各メディア情報から集められたものを時間とトピックとあと地域と、あとは必要に応じてキーワードで検索できるようなサービスです。でこれによって例えば個人だったりだとか市長、市役所だとかそういう組織が、必要な情報をフィルタリングして集められるようなサービスです。でこれはリアルタイムで処理が、行いますし、テキスト情報から必要な情報というのは全部抽出をすることができると。で例えば先ほどあったような私が必要としていた情報も時間と地区とトピックを指定すれば集められるようなサービスを、提案します。でこのシステムに関しては、既存の自然言語処理と機械学習とあと大規模データ処理の技術を組み合わせればできるということで我々は実際に作りました。で最初にさまざまなメディア情報から集められた情報をフィルタリングを行う機械学習を利用して行って、で次に地域情報の推定は、辞書やその辞書から推定された機械学習モデルを利用して地方自治体レベルですね、地方公共団体行動レベルやそれより細かいレベルで推定します。でさらに要望トピックというところが重要でして、ここ各ツイートにはそれぞれ例えば被災者支援であったり医療だったり、あとは高齢者向けの情報だとかさまざまな情報がトピックとして付けられます。でこれもあらかじめ機械学習で学習しておいてで分類を行います。で最後に重複の情報はURL やクラスタリングの情報を用いて名寄せを行います。でこれを情報フィルタリングエンジンに入れて UI をくっつけました。でサービスのデモなんですが、時間が押しているんで最初に全体像を簡単に説明します。でサービスの概要としてはテレビの番組表をイメージしてまして、各それぞれの上側にここに地域であったりだとかトピック、あとはを選ぶことができて、左側が時間帯になっています。でここちょっと小さいんですが NHK や Twitter やテレビの情報が自動的に全部名寄せして集まっております。で例えば東京都帰宅困難3月12日朝方の情報を見てみますと、新宿のところで話してたり、どこが避難場所ですよっていう情報を伝えているようなところがありますが、簡単に見つけることができます。で避難フィルタリングを使ってさまざまな条件指定も行ってすることができまして、それに基づいて新しい情報を見つけることができます。で例えば福島県いわき市ガソリンスタンド3月16日の例ですけども、実際にどこに空いてますかっていう情報と、どこが空いてますかという質問とそれに対する回答といった情報が、簡単に見つかるようになっております。で被災者支援、これは実際に帰宅困難者に対するものですね。で今後我々はこのサービスを実際に実用化提供というのを目指しております。でもう一度言いますが、災害時に使おうと思っても使えないので平常時からも使ってもらえるようなサービスを考えております。でそれについては被災者関係当局の話を聞いて今いろいろ検討してるんですけど、何が本当に必要なものかというのを絞ってサービス提供を目指したいと考えています。またシステム側の技術的課題もありまして、先ほどのシステムは実際に全ツイートと全テレビ情報を全部突っ込んだ上でリアルタイムで解析してるんですけども、そういう分析エンジンというのは世の中になかなかないので、そういうのは我々が作っていろいろ技術的困難を解決したいと考えております。以上です。ありがとうございました。非常にですね、素晴らしい総合情報システムだと思います。
でこの中で非常に関心を持ったのは要望トピックス、いわゆる、そのユーザーからいろんな要望を出せるということっていうのは実際いくつか事例とかはございますか？そうですね。でどんな表示になるのか教えていただきます。例えばちょっとインターネットが悪いんでこれキャッシュしている情報なんですけども、ロケーションで東京都渋谷区で被災者支援というところでこちらは帰宅困難者の情報がここにずらっと出ていまして、で時間も1時間単位でできる。例えば NHK ニュースが NHK ニュースの方から、こういうどこが、被災者を受け入れていますよとか、そういう情報が、提供の情報と、あとツイッターでその情報をここがありますよっていうのが、見れるような仕組みっていうのを作っています。基本的にはユーザーさんからの要望。そうですね。ただそのトピックユーザーからのどういう要望があるかっていうのはあらかじめ我々で考えた分類基準があって、でそれに対する分類モデルを利用しております。はい、ありがとうございます。さっきのね話と同じなんだけども、これ、要はこの次のためにって言った時にこれを普段使ってもらわなきゃいけないけど、ここに書いてある情報はやっぱり過去の分析データをベースにしてありますよね。その未来に向けてっていう時にはどういうことを、つまり毎日これみんながメディアとして使ってるとありがたいと思うんだけども、その前へ向かって情報を利用するっていうのはどういう？実際にこの我々が提供先とかして考えているのは、地方公共団体とかの職員さんが、災害時でなくても例えば地方自治体の情報を毎日集めたい、今日どういう、事故が起きたりとかそういう情報を集めたいと思っているんで、そういう時にでもこ